皆さんこんにちは。アイビスのまひです。今日はアイビスのイラストレーターたちに実際にやっていた練習方法ややってよかったことをインタビューしていこうと思います。最後まで見ていってね。アイビスペイント。最初はこの方にインタビューしていくよ。ゆうです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。早速ですがゆうさんの練習方法ややってよかったことを教えてください。私は憧れのイラストレーターさんや絵師さんの真似をしていました。目標がはっきりしていると迷うことがないので、最初に目標をしっかり決めておくってのはめちゃくちゃ大事だと思います。なるほど。あと、目標を決める段階で欲張りすぎないことも大切です。最初からかっこいい絵も可愛い絵も描きたいってなると、系統がブレて結局どうなりたいのってことになりかねないので、初めのうちは絵柄の系統を一つに絞って練習していくのがいいと思います。ちなみに私はこうなりたいっていう絵を集めたフォルダを作ってよく見ています。いろんな絵を描きたい気持ち、私もよくわかります。好きなイラストをまとめて見られるようにしておくのは大事ですね。他にも何かありますか？あとは、プロのイラストレーターの方にイラストの添削を依頼したりもしました。他人の目線からはどう見えるのかなど、自分では気づけないことがたくさんあってすごく勉強になりました。今はネットでイラストの添削をしている方がたくさんいるので、そんな方に依頼したり、お絵描き仲間と添削し合うのもいいかもしれませんね。いいですね。私もやってみたいです。ゆうさんありがとうございました。ありがとうございました。アイビスペイント。さあどんどん行きましょう。お次はこの方。ミサです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ミサさんは今までどんな練習をしていましたか？いろんな人のいいなと思ったパーツの描き方をそれぞれ取り入れていました。目はこの人の描き方を取り入れてみよう。髪はこの人の描き方を取り入れてみようって感じで。なるほど。いろんな人の絵柄を出していくと、だんだん自分だけの絵柄ができていきますよね。あとはやっぱり、推しができるってのは大きいですね。めっちゃわかります。推しができると創作意欲も湧いてくるし、何より楽しい。楽しいのが一番。嫌な時は描きません。あと、アニメーションをたくさん作ってる時にかなり上達しました。ゴメもめっちゃやってました。確かに楽しいのが一番ですね。アニメーションは書く枚数が多いから自然と上達しそうな感じあります。みんなアイビスペイントのアニメーション機能使ってね。他にも何かありますか？私の一枚イラストを描いてます。これは禁断の練習方法なんだけど、イラストレーターさんや絵師さんの一枚絵を完全再現するつもりで模写すると一気に画力向上するよ。線画も色塗りも全部再現するんだよ。SNS には投稿できないけど。これは確かに禁断。でも絶対に効果があるし、学びもたくさん得られますね。実践する際は SNS に投稿したり自作発言したりしないようにしましょう。お姉さんとの約束だぞ。ミサさん、ありがとうございました。みんな頑張ってね。アイビスペイント。続いてはこの方。S です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。S さんはどんな練習をしていましたか？暇があれば絵描いてましたね。お、生粋の絵描きって感じですね。やっぱり数をこなすことは大切ですよね。あとは、今トレス素材を制作しているんですけど、全身を描くっていうのも大事だと思います。バランス力が身につく感じがします。なるほど。私は顔ばかり描いちゃうので耳が痛い話です。苦手から逃げちゃダメですね。他にやってよかったこととかありますか？そうだ。昔腕を骨折して絵が描けなかった時はひたすらいろんなものを観察してました。いろいろ観察しておくのはいいと思います。観察。日常的にインプットをするのは大切ですね。身の回りにあるものを見るだけならお金もかからなくてすぐ実践できるのでいいですね。S さん、ありがとうございました。ありがとうございました。アイビスペイント。最後は私、マヒがやっていたことを紹介していきます。一つ目、資料を見ながら書く。記憶だけで書こうとしないってこと。絵って資料を見ながら書いてもいいんだって気づいてからはたくさん資料を集めるようになって一気に絵のクオリティが上がった実感があります。自撮りしたり出かけた先の写真を撮ったりしてます。ネットに投稿されているものも参考にするけど、あくまで参考程度でそのまま書いたりはしないですよ。これ書くダメ、絶対。2つ目、
気づいたことや、ここが気に入らないから改善する、この書き方わからないとかを絵の横にメモする。頭の中で考えるだけじゃなくて文字で整理しておくと考えもまとまるし記憶に残りやすくなります。見返した時にも何につまずいていたかが分かって便利でした。言語化することが大事だと思います。3つ目、自分の絵を好きだと思う気持ちを大切にする。絵のうまさも確かに大事。だけど、そればかり考えちゃうとしんどくなって、絵を描くこと自体嫌いになってしまう可能性もあります。ミサさんも言ってたけどやっぱり楽しいのが一番。マイナスな気持ちにならないようにするのは、モチベーションを保つのにも効果がありました。4つ目、絵のどこかに日付を入れておいて定期的に見返す。過去の絵と今の絵を比較して成長具合を確認することでモチベーションを上げてました。モチベーションを落とさないことが上達への第一歩だと思います。以上、麻痺の練習方法でした。アイビスペイント。今回のまとめ。ちなみにこれとこれはみんな言ってたよ。アイビスのイラストレーターの練習方法、参考になりましたか？まずはできることからやってみましょう。